飲みによる病気の媒介と感染症リスク。イントロダクション。飲みは私たちの身近に存在する厄介な寄生虫です。体長わずか 2、3mm の小さな昆虫ですが、単なる不快害虫としてだけでなく、様々な深刻な病気を媒介する危険な存在でもあります。今回は、飲みが媒介する病気と感染症のリスクについて、詳しく解説していきましょう。飲みが媒介する主な病気。飲みってただかゆいだけだと思ってたのだ。どんな病気を運ぶのだ。飲みは実にいろいろな病気を媒介することができるの。最も重要なものはペストよ。ペスト菌を保有するネズミから飲みを介して人間に感染して、特に中世ヨーロッパでは黒死病として知られて、人口の3分の1が死亡したとも言われているのよ。他にも発疹チフスや猫ひっかき病、マダニ脳炎なども媒介するの。さらに重要な点として、これらの病気は今でも完全に根絶されているわけじゃなくて、世界各地で時折発生が報告されているのよ。感染経路と感染リスク。どうやって病気がうつるのだ。飲みに噛まれたらすぐに感染するのだ。感染経路は主に3つあるの。第一に、飲みのクソに含まれる病原体が皮膚の傷から侵入する場合よ。飲みのクソは乾燥して粉末状になって、皮膚の小さな傷から体内に入り込むことがあるの。第二に、飲みに噛まれた時に直接病原体が体内に入る場合よ。飲みは吸血の時に唾液を注入するんだけど、この唾液に病原体が含まれていることがあるの。第三に、感染した飲みを誤って潰してしまって、その体液が傷口から入ってしまう場合よ。特に書き傷がある状態で飲みを潰してしまうと、感染リスクが高まるのよ。ペットを介した感染の危険性。ペットを飼ってるとリスクは高くなるのだ。特に犬や猫を飼っている場合は注意が必要ですわ。ペットは飲みの格好の宿主になって、一度寄生されると急速に数が増えていくの。成虫の飲みは1日に最大50個の卵を産むことができて、適切な環境下では2週間程度で孵化するの。さらに、ペットが飲みに寄生されると、その生活圏である家庭内全体に広がりやすくて、人間への感染リスクが格段に高まるの。特に注意が必要なのは、ペットが室外で活動する場合で、野生動物から新たな飲みが持ち込まれる可能性があるのよ。予防と対策。怖くなってきたのだ。どうやって予防すればいいのだ。定期的な掃除と衛生管理が基本になりますわ。特に寝具やカーペット、ペットの寝床は重点的に掃除する必要があるの。掃除機をかけることで飲みの卵や幼虫、成虫を効果的に除去できるわ。ペットのケアも大切で、獣医師推奨の飲み予防薬を定期的に投与することが大切ね。これらの薬剤は通常1ヶ月程度効果が持続するの。それからペットのグルーミングを定期的に行って、飲みの早期発見に努めることも大切だわ。あと、室内の環境管理として湿度を 50% 以下に保つことで、飲みの卵の孵化や幼虫の成長を抑制することができるわよ。感染が疑われる場合の対処法。もし飲みに噛まれちゃったらどうすればいいのだ。噛まれた部位を石鹸でよく洗って消毒することが大切ですわ。市販の抗ヒスタミン軟膏を使用すると、かゆみを軽減することができるわ。でも、高熱が出る、噛まれた部位が腫れる、発疹が広範囲に広がる、倦怠感や筋肉痛が続くなどの症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診してね。特に持病のある方や免疫力の低下している方、高齢者や小児は重症化しやすいので、早めの受診をおすすめしますわ。まとめ。飲みは単なる不快害虫ではなく、深刻な感染症を媒介する可能性のある危険な存在です。適切な予防対策と、ペットを含めた日常的な衛生管理が重要です。もし感染が疑われる症状が出た場合は、早めの医療機関受診を心がけましょう。正しい知識と適切な対策で、飲みによる健康被害から身を守ることができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。